はい、どうもこんにちは。連日工作です。今日はですね、センサーについてお話ししたいと思います。電子工作においてセンサーは、武器にあたると思います。毎日使い方わからないという方がたくさん見えると思うので、ちょっとね、わかる範囲で説明していきたいと思います。もしね、ちょっと気になる点があればコメントで教えていただけると大変助かります。電源を今回このラズベリーパイプ4から取ってるんですけれども、これでも全く問題はありません。ちょっとね、電源を取りやすいという意味でこういうふうにしていますが、3V か 5V の電池を利用しております。リードスイッチモジュールから使っていきたいと思います。ここにですね、磁石がついておりまして、これがこの磁石の接点で同一するというものになります。じゃあ実際やっていきます。ここにですね、4つ足がついております。真ん中がプラスとグラウンドと書いてありますので、ラズベリーパイの 5V とグラウンドをつなげます。で、これどちらでもいいんですけど、で、中に LED がつながっております。で、AODO がですね、ちょっとこっち側で、これ磁石がついておりましてですね、前の動画に上げたやつですね、こうバチッとくっつくっていう磁石、リードスイッチ近づけていきますが、というものになります。で、ここにですね、もう1個あるんですね。ここにもう1個接点があります。この接点の反対側にこれをつけると、これがこれね、今見えますかね、これもついてるんですね、ここ。もうついてるんですね。で、今度リレー、ここに近づけると、ライトが消灯しています。ちょっとね、分かりづらいですけど、これがリードスイッチになります。工場なんかでね、よく使えると思います。例えば、どういう使い道があるかというと、扉に磁石をつけておいて、ここにこれをつけておくと扉の開閉でオンオフを検知できるみたいな使い方ができると思います。これがリードスイッチ。傾きセンサー。傾きセンサーですね。モジュールとしてはこんな感じですね。こんな感じですね。でこれも分かりづらいですけど S とマイナスって書いてありますので、真ん中に VC 式の電源を持っていきます。それからグラウンドマイナスをつないで、S の S だと思うんですけど、これを押します。はい、ではこれ点灯しますね。でこれ傾けると消えました。傾けると消えます。なので、何らかの動いてもらったら困るみたいなものにセンサーをつけておくことで、電源を自動で切ることができそうです。これが傾きセンサーになります。はい、次ですね。タッチセンサーいってみましょう。こんな感じのモジュールに、こっちですね。こんな感じですね。で、ここにも VCC グラウンドって書いてありますので、これもつないでいきます。真ん中 VCC でグラウンド、シグナルですかね。はい。ではこういう感じ。これを手で触るとつきますね。裏でもつきます。こんな感じですね。これがタッチセンサーになります。使い道はいろいろあると思いますね。
次に赤外線トラッキングセンサーですね。補充ですね。で、グラウンド VCC、で、アウトです。これね、ちょっとね、調整してあるので、あれなんですけど、かなり調整としてはシビアですね。ここをですね、ドライバーでグリグリ回して調整するんですけど、これかなり調整シビアです。赤外線を感知してオンするような仕組みです。これが赤外線センサーです。はい、まだありますよ。今度はもうちょっと分かりやすい物理的なセンサーではないですね。物理的なものをやってみましょう。タクトスイッチモジュールですね。で、スイッチですね。もうこれは簡単ですね。今これ電気ついてます。押すと消える。押すと消える。っていうようなこれはタクトスイッチですね。タクトスイッチといえば、任天堂スイッチのタクトスイッチですね。ポチポチって、あれも内部にこういうタクトスイッチが入ってまして、それを以前ハンダで修理してますね。任天堂スイッチ。じゃあライトブロッキングセンサーにしましょう。ちょっと分かりづらいですね。こうですね。とマイナス側にグラウンド。中央に VCC 入れてシグナルを入れます。これ一見何の変哲もないんですけれども、この間にこれを入れるとライトがついております。これ見えますかね。これが、カードなんかをね、こう差し込むとオンできますよ。カードを差し込むとオンですね。これがライトブロッキングセンサーになります。次に地磁気センサー。こちらですね。こんなような地磁気センサーです。で、スイッチがこちら。今のスプラス。上に VCC。ここで。地磁気なので磁気ですね。この磁石を近づけると消えるはずなんですけど、今消えました。こんな感じですね。これが地磁気センサー。もう1個ありますので、こちらもやってみましょう。今度はこんなような。原理としては同じですね。PO でグラウンドプラス。で、今導通しました。これ明かりついてますね。ここに乗せると消えたりついたりが来ると。これ磁石ですね。で、これもここに3つありまして、このスイッチを反対側に持ってくると今導通してます。で、近づけると消えるはずですね。こういうものになります。リレーみたいなのメイク設定、ブレーキ設定みたいなところで次、食センサーが食センサーはこれですね。これ中に金属の粒々が入っております。これが接点を感知していると思います。で、こう今何も動いてない状態が消えてます。このショックによってオンになるという特徴を持ちますね。これがショックセンサー。例えば故障する予兆をですね、これで感知したりとかすることができる
かもしれませんね。文字を入れる。よいしょ、すみません。はい、では次が最後ですね。リレー付き明暗センサーですね。こちらはこれリレーがついております。で、リレーの使い方もちょっとお話ししたいなと思います。ここに VCC グラウンドがありますね。で、ここにグラウンド VCC ですね。これが、こんな感じですね。ここはですね、暗い明るいでこの電気の通りを変えるっていう CDS というものになっています。で、これ暗くなるとリレーがオンしたりします。ここに電池尺がありましてですね、それがスイッチを動かしてオンオフしているというような、これがリレーの特徴で、こうノーマルオープン、ノーマルクローズ、ノーマルオープンと書いてあります。これもですね、さっきのこれと一緒で、ついてるのを消したり、消してるのをつけたりみたいな、どちらかこう選択できるようになってるってことですね。これも使い道がいろいろあると思います。で、なんでこれわざわざこのリレーっていうのをかますかと言いますと、より高い電圧のものを動かしたりするときに使えるんですね。これ今供給が 5V なんですが、このリレーを使ったりすることでより大きな電流を使ったりできるっていうのがこれの特徴になります。というわけでですね、今回センサーを皆さんに見ていただきました。そんな感じで、今回ちょっと DIY に使えるセンサーを紹介して